ここが好きだよ日本人へようこそ。日本ではポケットティッシュ、割り箸、サンプル品、無料体験などさまざまな無料であふれかえっています。中には勧誘目的で無料を謳うものもありますが、大部分は宣伝やサービスの一環、いいものだから知ってもらいたいという作り手の思いが根底にあるので、私たちは無料であっても高品質なものを体験することができるのです。しかしベトナムでは価格が安ければ安いほど信用度が下がり、無料になると完全にイメージダウン。無料のイベントを開催したものの、お客さんが誰も来ず閑古鳥ということもあります。実はベトナムと日本では無料に対する考え方が全く違うのです。それでは一体どんな違いがあるのでしょうか。シンシャオ、こんにちは。私の名前はタオ。ハノイ生まれの24歳よ。ちなみに私が住んでいるハノイはベトナム北部にある都市。南部のホーチミンが商業都市だとしたら、ハノイはベトナム政府の施設が集まる政治都市ね。私はハノイ生まれ、ハノイ育ち。日本のアニメに興味を持ったことをきっかけに、ハノイの大学に通いながら日本語学校に通っていたの。大学4年生の時、見事 N2 に合格したわ。ちなみに N2 というのは日本語検定試験のレベルの一つのこと。一番上は N1 だけど、N2 を持っていれば就活でそれなりに評価してもらえるの。当時の私は日本の会社に就職するという夢を持っていたから、死ぬもの狂いで日本語を勉強したわ。懐かしい。その夢は見事に叶ったから、後で詳しくお話しするわね。ところで、日本に住んでいるみんなに聞いてみたいことがあるの。みんなは無料でもらえる、無料で参加できることがあったらどうする？興味があったら露骨に怪しいものは別にしてもらったり参加したりすると思うの。気になることを体験できるし、無料だから純粋にお得。でもベトナムでは無料の恩恵を受けようとすると痛い目に遭うことが多いのよ。私はこれまで何度も嫌な思いをしてきたから、無料が大嫌いだったわ。初めてただより高いものはないって思ったのは小学生の時よ。お父さんが近所の電気屋さんで日本製の炊飯器を買ってきたの。さすがに無料ではないけど、日本円にして600円程度だから、メイドインジャパンとしてはただのような値段。我が家にもいよいよ日本製のお目見えだって家族は大喜びだったわ。炊飯器にはメーカー名が誇らしげに印刷されていたけど、東芝だって。その日の夜に早速東芝の炊飯器を使ってみると、お米はバリバリ。あれ？日本製ってこんなものなの？って内心がっかりしたわ。挙句の果てに3日後、焦げ臭いと思ったらお釜が異常に熱くなってそのままダウン。ネットで調べたら本物は東芝じゃなくて東芝ということが発覚。中国から流れてきた偽物をつかまされていたってわけ。日本ではコスパがいいなんて言葉があるけど、ベトナムでは安かろう悪かろう、安ければ安いほど粗悪品をつかまされる可能性が高くなるのよ。それだけじゃないわ。ベトナムでは特に無料で配られている食品は体を壊す危険があって危ないの。家族で買い物を楽しんでいるとき、500円以上お買い上げのお客様にインスタントラーメンをプレゼントすると店主に言われたの。ベトナム人はお鍋が大好きで、最後にラーメンを入れるのが定番。インスタントラーメンがもらえるなんて最高。家族みんなで張り切って1000円分のお買い物をしたわ。
その日の夕飯はもちろん鍋。家族で鍋をつついて締めのラーメンのお時間になったわ。そこで早速無料のラーメンの袋を開けたんだけど、あれ、酸化した油の匂いがプーンとしてきたの。一瞬だったからまあ気のせいかと深く気にせずラーメンをお腹いっぱい食べたわ。すると30分後、私も含めて家族に異変が。みんなトイレに駆け込んで出られなくなってしまった。慌ててラーメンの袋を見てみたら、なんと賞味期限が半年もオーバー。ベトナムの食品はもともと賞味期限の設定がすごく長くて、期限内でも中身が劣化していることはよくあるの。だから半年も過ぎていたらとても食べられる状態ではないんだけど、店主は売り上げを伸ばすために無料で配っていたようね。ちゃんとお金を出して買えばよかった。そんなの偶然じゃないって思うでしょ。でもベトナム人はみんなそういう経験を何度もしている。だから最近は安いものや無料のものは偽物もしくは粗悪品って考えるベトナム人が増えてきたの。私もこういう経験から無料のものを信用しなくなったけど、あることをきっかけに変化が出てきたの。ハノイで日本語学校を探しているとき、Facebook で体験授業無料という広告を目にした。この広告を出していたのは田中先生が運営している日本語学校。日本語を学ぼうと決意した時だったから体験授業を受けてみたいと思った。無料だからなーって不安になったけど、勇気を出して申し込んでみたわ。他の生徒と一緒に授業を受けてみたら、とても分かりやすくて楽しい授業。ここで勉強を続けたいって心の底から思えたわ。無料を餌にしつこく勧誘されると覚悟していたけど、簡単な案内があって終わり。何も怖くないじゃない。ただだから嫌な目に遭うとは限らないのね。これなら信頼できると確信して、次の日に早速初級コースを申し込んだわ。この経験から無料って悪くないなと思い始めていたけど、無料最高って心の底から思えたのは、やっぱり日本での体験が大きいわね。私は大学卒業後、横浜にある貿易関係の会社への就職が決まったの。そして4月、希望を胸に抱いて羽田に到着。電車を乗り継いで横浜に移動したわ。駅の改札を出た後、喉が渇いた私は自動販売機で缶ジュースを買ったの。荷物を抱えたまま飲んだものだからうっかりこぼしてしまった。あっちゃー、どうしようと焦っている私にスーツを着た女性が近づいてきて、無料で配っているからどうぞとポケットティッシュを差し出した。それからその女性は何食わぬ顔をして道行く人にティッシュを配り始めたわ。そのティッシュを見てみると、不動産会社の広告が挟まっていた。宣伝で配っているティッシュをくれたのね。おかげで汚れてしまったシャツを拭くことができたわ。しかも無料のティッシュなのにとても柔らかくて高品質。日本に来て無料の奥の深さを知ることもできたわ。会社の近くに私立大学があって、学生さんたちが国際交流のボランティアサークルを運営しているの。サークル活動の一環として外国人に日本語を教えているんだけど、それもやっぱり無料。この時私は日本で無料の恩恵を何かと受けていたから警戒することはなかったわ。なぜならちゃんと安全な無料を見抜く方法を習得していたからね。大学公認のサークルであること、10年以上の活動実績があることを Facebook を通じてチェック。仕事終わりに会場へ行くと、中国人、インド人、
フランス人、アメリカ人、そしてベトナム人が和気あいあいと日本語を学んでいたわ。参加者の一人のアメリカ人のジャックがこう言った。無料で日本語を教えてもらう代わりに僕は英語を教えているんだ。つまりウィンウィンの関係だから参加費が無料ってことなのね。私も日本の生活に慣れてきたらベトナム語を教えてみたいって思った。もちろん無料で教えるつもりよ。私の人生を変える無料に出会ったのは日本に来て半年過ぎた頃の秋。日本での生活にすっかり慣れた私は寮の近所の商店街も上手に使いこなす日々を送っていたわ。そんな時商店街で地域を元気にするために大々的な大抽選会が開催されることになったの。キャンペーン期間は1週間。商店街の加盟店のお買い物レシートを集めて合計1万円以上になったら抽選に参加できるという仕組みよ。なんと特等はハワイ旅行に2名をご招待。1万円って大きな金額に思えたけど、普段からよく使う商店街だったから、お肉屋さん、お魚屋さん、八百屋さん、お惣菜屋さん、洋服屋さん、あらゆるお買い物をそこで済ませたわ。髪の毛が伸びてきたから、このタイミングで切ってしまおう。ということで、商店街に加盟しているヘアサロンにも行って、抽選会に備えたわ。キャンペーン期間の最終日、決戦は日曜日よ。1万円分のレシートを集めた私は、胸の高鳴りを抑えながら、商店街の一角にある抽選会の会場に向かったわ。会場にはたくさんのレシートを握りしめたお客さんたちがたくさん。ハワイ旅行はもう出ちゃったかな。不安に駆られながら抽選会のポスターを見てみると、いくつかの賞は出てしまっていたけど、お目当てのハワイ旅行はまだあった。ベトナムは昔と比べると格段に豊かになったけど、ハワイに行ける人はほんの一握り。長い海岸線があるベトナムにはビーチリゾートがたくさんあるけれど、やっぱりハワイは別格よ。ハワイ旅行の効果もあってか、抽選会は大盛況で、20分ほど並んでやっと順番が来たわ。ガラポン抽選機を回転させて金色の玉が出たら、ハワイ旅行がプレゼントされるとのこと。私は真っ赤なガラポン抽選機をじーっと見つめ、ゆっくりと回し始めたわ。ガラガラ、ガラガラ、ガラガラ。そして手を止めたその瞬間、抽選機から出てきた玉は、おめでとうございます、ハワイ旅行が出ました。鳴り響く鐘の音。私は何が起こったのか分からず、一瞬頭が真っ白になってしまったわ。そして15秒後、金色の玉が目の前にあることに気がついた。まさかのハワイ旅行に無料で行けちゃうの？次の日、会社のみんなは私がハワイ旅行に当選したことを知ってとても喜んでくれた。でもベトナムに住んでいる家族は、無料でハワイなんて大丈夫っていつまでも心配していたけどね。だって大部分のベトナム人にとってハワイ旅行はお給料1年分を合わせても行けるかどうかというものだからね。それから3ヶ月後、タオさんは念願のハワイ旅行を楽しみました。ペア旅行だったので、日本語教室を開催しているサークルメンバーのゆかちゃんを誘ったそうです。タオさんは日本で暮らして初めて商品を宣伝するウィンウィンの関係を作る、地域を元気にするなど、無料のサービスに無限の可能性があることを知りました。もちろん
すべてが安全とは限りませんが、無料のサービスを安心して受けられるのは日本ならでは。海外の方も日本で暮らす機会があったら、いろいろな無料のサービスを楽しんでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。